はい、どうもこんにちは。この動画ではドラマや映画でも使えるスマホやテレビなどの画面の中身を入れ替える方法をご紹介します。今回紹介する方法を使えば画面が違ってごめんってなったとしても入れ替えられるので、ぜひとも真似してみてください。それでは本編いきましょう。アクション。今回もまずは Adobe After Effects の中にこんな感じでテレビが映っている元の動画を挿入しておきます。画面がシンプルごめん、誠にすいまめんということでクリップを選択してアニメーションからトラックインボイス FX モカというのを選択していくめん。するとこのような画面が開くので、上のこのペンツール的なのを使ってテレビの画面に合わせて囲んでいきましょう。囲み終わったらこのトラックの矢印を押すことによって画面の動きに合わせて追跡してくれます。そして解析が終わったら上の保存ボタンを押しておいてからこの画面にごめんと言って閉じます。そしてエフェクトコントロールを開いて、まずはこのマットのところを開きます。そしてアプライマットにチェックを入れると、さっきトラックしたところだけが表示されて、さらに下のインバートマスクをクリックするとマスクの部分が反転します。その上のフェザーをクリックするとエッジのところがボケていきます。ここでマスクを作りたくなったら Create AE Masks でマスクを作成できます。画面の切り捨てごめんということで、もちろんトラッキングもされておりますね。続いて画面の入れ替えです。あらかじめ作っておいた今回協力してもらったメイビーさんの怒りが頂点に達した動画を使っていきます。怒らないでねごめんということで、そうしたら今度はこの動画を画面の動きに合わせていきましょう。その時はこのトラッキングデータというのを開きます。そして動きを出力する動画ということで、レイヤーエクスポートのところを爆発動画、つまりテレビの画面に映したい動画に指定します。エクスポートオプションはトランスフォームに指定すると、スケールとか位置を調整してトラッキング情報を出力してくれます。スケールが大きい人なのでスケールを出してキーフレームを全て選択。そしてスケールの数値を下げて画面サイズくらいに合わせておきましょう。さあこれで画面に合うので効果てきめんです。そうしたら今度はこのテレビから出てくる光を作ってみましょう。テレビから出るビーム、テレビームです。このクリップを複製しておいて一番上に配置しておきます。そして上の長方形ツールを選択してダブルクリックすると、このレイヤーに合わせてマスクが作成されるんですね。そしてこのマスクはテレビの光が漏れる周辺あたりに調整して設定しておきます。そしてこの状態でエフェクトからブラーガウスというのを適用します。そしてブラーの数値を上げておいてからエッジピクセルを繰り返すのチェックを外しておきます。これで画面内がブラーしております。このクリップのモードをスクリーンに変更すると、暗い部分が取り除かれ明るい部分がいい感じに掛け合わされるので、周辺が明るくなりましたが画面の中まで明るくなりました。見づらい画面には我慢ができません。そこでもう一度ダブルクリック長方形ツール DAV2 をかましておいてから画面の内側の部分を囲むようにマスクを調整しておきましょう。そしてマスクを開いておいて、ここでマスクの外側は表示して、内側は表示してほしくないので外マスクは加算、内マスクは減算に設定しておきます。外ではマスク、内では外すってことですね。これで OK。あとは F キーでマスクの境界のぼかしを開いておいて、エッジのところをぼかしておくことでいい感じで光の表現を作ることができます。この辺はブラーの数値も調整してみてください。そして最後、ついでに画面の質感をエフェクトで変えてみます。一番下の画面のクリップに対してエフェクトから壊れたテレビとかバッド TV というエフェクトを適用すると、なんだかアナログっぽいエフェクトが加わるんですね。今回はバッド TV2 というのを適用しておいてから、エフェクトコントロールからそれぞれの数値を下げたりとかして、こんな感じで調整していくことによってちょっとした質感も作っていくことができます。ということでですね、ぜひとも真似してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。